みんな、こんにちはなのだ。今日も元気いっぱいずんだもんなのだ。さて、今日ずんだもんがみんなに紹介するのは、ヨーロッパの素敵な国、ルーマニアなのだ。実はね、みんなが当たり前のように使っている万年筆、あれを世界で最初に発明したのは、なんとルーマニア人だっていうのは知ってたのだ。びっくりなのだ。今日はそんなルーマニアの最新ニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。1. ユナイテッド・プロパティーズっていう会社がブカレストの低湖近くに広大な土地を買って総額5000万ユーロの超大規模な複合開発プロジェクトを立ち上げるのだ。マンションや商業施設はもちろん、ジムや図書館、食堂まで完備した学校と幼稚園まで作っちゃうんだって。まさに未来の街づくりなのだ。この動画が良いなって思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いするのだ。さあみんな、魅力いっぱいのルーマニアをずんだもんも一緒に見ていくのだ。皆さんこんにちはなのだ。今日は東ヨーロッパの魅力的な国ルーマニアを紹介するのだ。ルーマニアはバルカン半島の北部に位置し、壮大なカルパティア山脈と黒海に面した美しい国なのだ。首都は東欧のショーパリとも呼ばれるブカレストなのだ。かつては社会主義国だった歴史を持つけれど、今は民主的な共和制で EU にも加盟しているのだ。人口は約1900万人で、自然豊かな大地に人々が暮らしているのだ。産業面では自動車製造や IT 産業が成長を続けているのだ。文化的には吸血鬼ドラキュラの伝説で知られるトランシルバニア地方の古城や独特の民族文化が有名で、世界遺産も数多く残されているのだ。ワイン作りも盛んなのだよ。最近では IT 分野の成長が著しく、ヨーロッパのシリコンバレーを目指していると注目されているのだ。中世の面影と現代が融合した見どころ満載の国なのだ。一つ目のニュースなのだ。ルーマニアの病院、耐性菌関連で子供6人死亡死調査へという記事なのだ。ルーマニアのヤシにある聖マリア小児病院で抗生物質が効かない強い細菌のせいで小さい子供たちが6人も亡くなってしまって、とっても悲しい事件なのだ。当局はすぐに調査を始めたのだ。この病院では9人の赤ちゃんがセラチア・マルセセンス菌という細菌に感染して、そのうち6人が命を落としてしまったのだ。公衆衛生局は集中治療室を一時的に閉鎖して原因を詳しく調べているところなのだ。まだこの細菌の感染と子供たちが亡くなったことの直接的なつながりははっきりしていないみたいなのだ。これから法医学の専門家がしっかりと解明してくれるはずなのだ。問題なのは病院が細菌の感染を知っていたのに適切な隔離措置を取らなかったり、当局への報告もすごく遅れてしまったりしたことなのだ。保健大臣さんも病院が感染を13日も後に報告したことをプロ意識が足りないのだって怒っているのだ。その結果、病院の疫学者さんと集中治療室の医師さんにはそれぞれ約2000ユーロ、病院には約1万ユーロの罰金が課せられたのだ。セラチア・マルセセンス菌は集中治療室で感染することが多くて、敗血症や肺炎、髄膜炎みたいなとっても危ない病気を引き起こすことがあるから、みんな気をつけないといけないのだ。実はこの病院、2023年6月にたくさんの費用をかけて改修工事を終えたばかりだったそうなのだ。なんだか残念なのだ。2つ目のニュースなのだ。ブラショフ、欧州で外食が最も割高な都市の一つに調査という記事なのだ。ルーマニアのブラショフがヨーロッパで外食が最も手頃でない都市の一つと判明したのだ。新しい世界調査によると、現地の賃金に対しレストランでの食事が最も手頃でない都市の一つなのだ。特にコーヒー代は月給の 10% 以上を毎日消費する計算になるほど高価なのだ。この調査は南米のデータに基づき、
中価格帯レストランの3コース食時代で比較されたのだ。スイスのベルンやチューリッヒは外食がとっても手頃な一方、南欧、東欧の都市、例えばイタリアのミラノやギリシャのアテネは外食がしづらい状況なのだ。ルーマニア国内ではクルジュは比較的マシだけど、ヨーロッパ全体ではまだ高めなのだ。ブカレストもイスタンブールよりは手頃でも、プラハなどよりは劣るのだ。結果として、ルーマニアはヨーロッパの外食手頃さマップで真ん中から下の方に位置するのだ。3つ目のニュースなのだ。1. ユナイテッド、プロパティーズ、ブカレストの低湖近郊に5000万ユーロの複合開発用地を取得という記事なのだ。1. ユナイテッドプロパティーズという会社がブカレストの低湖近くに広大な土地を買ったのだ。約 1.4 ヘクタールもあるのだ。ここには総額5000万ユーロを投じて、ワンアカデミークラブという複合開発プロジェクトを立ち上げるのだ。土地の購入費は1140万ユーロで、将来できる住宅や商業施設で支払うのだ。賢い取引なのだ。このプロジェクトでは、約150個のマンションと6つの商業スペース、254台分の駐車場ができるのだ。それだけじゃないのだ。ジムや学童保育、図書館、食堂、屋外スポーツコートまで完備した学校と幼稚園も作る予定なのだ。教育施設も充実しているのだ。建設と先行販売は許可が下り次第、今年中に始まる見込みなのだ。そして2027年の第4四半期には完成する予定なのだ。とっても大規模で、みんなの生活を豊かにするプロジェクトになりそうなのだ。ルーマニアは中世の面影と現代が融合した見どころ満載の国なのだ。IT や開発が進む一方で、医療の課題や外食費の高さなど、国民の生活に関わる問題も抱えているのだ。どの国にも光と影があるけれど、ルーマニアがこれらの課題を乗り越え、より一層輝ける未来を築いていくことを、ズンダモンは心から応援しているのだ。これからも注目するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。